愛知県の東の半島、渥美半島。東海道34番目の宿場町である吉田宿からこの半島の先端にある伊良湖岬に向かう道はいつからか田原街道と呼ばれます。今日はこの田原街道を走ってみたいと思います。ゴールは伊良湖神社です。おはようございます。私は今、愛知県豊橋市にある豊橋公園の吉田城跡に来ています。下を流れているのは豊川で、豊橋市の名前の由来はこの川にかかっていた橋の名前です。同じ愛知県でも尾張に住んでいる身にとっては豊橋は遠い地です。自宅からここまで来るのにすでに2時間近くかかっています。何やら清掃の人が多いと思ったら、今日は建国記念日でこの公園内にある神社で祝賀行事が行われるようです。通りで駐車場が車でいっぱいだったはずです。建国記念日は初代天皇である神武天皇が即位した日だと言われています。この神社には神武天皇像があるためここで行われているのでしょう。それ以外にも今日の午後から近くの神社では鬼が白い粉を見物人にぶっかける祭りが行われるそうです。なんだかとんでもない日に来てしまいました。豊橋市は愛知県の海側街道の市で静岡県と隣接しています。東海道新幹線の光が停車する駅を有する東三河最大の町です。愛知県で唯一路面電車が走っている町です。まずは吉田城の城下町を南下していきます。ここで東海道と交差します。ここから先はゴールの伊良湖神社まで目の前を通る国道259号に沿って走っていきます。左前方に見えるのは山佐野ちくわ本店です。買ってきました。この2人が登場するテレビ CM は東海地方の人にはおなじみです。今も昔も変わらぬうまさ、これだ。豊橋名産山佐野ちくわ。何年も前の CM なのに脳内再生余裕です。ここ中芝町あたりから豊橋鉄道柳生橋駅周辺まで田原街道は創出しています。一旦国道259号に出てすぐ側道に入ります。豊鉄渥美線 JR 東海道本線を渡ります。この常夜灯からまた田原街道が現れます。ここまで走ってきた吉田宿のあった豊橋市中心部では他の東海道宿場町で見られるような古い建物はほぼ見られません。理由は明確で、太平洋戦争中に豊橋の町は激しい空襲に遭い焼夷弾によって一面焼け野原にされているからです。国道259号に出ます。この先左に走っている豊橋鉄道渥美線と終点の三河田原駅まで並走していきます。先ほど見た路面電車も豊橋鉄道が運営しています。毎年冬には路面電車内で山佐のおでんが食べられるおでん車が運行されています。この辺りの田原街道は右の高志緑地内を走っています。高志緑地はもともと軍用地で日露戦争の時には不慮収容所がありましたが、戦後に公園となりました。この辺りから田原街道は南西に向かって進みます。現在地図上ではこの南を走る国道259号が田原街道となっています。
しかしその道ができたのは1900年以降、渥美半島の先端に大日本帝国陸軍の施設が作られてからなので、より古いのはこちらの道です。また国道259号に戻ります。梅田川を渡ります。ここから田原街道は国道の南側を並走します。もうすぐ全線開通する国道23号バイパスの下をくぐります。これにより名古屋から静岡県浜松市まで信号なしで無料で行けるようになり、東名高速や国道1号線の渋滞緩和が期待されています。中央市村の集落に入っていきます。かつて俳人松尾芭蕉も田原街道で伊良湖岬に訪れたと言われています。この右のおいつ公園をはじめ、田原街道にはいくつか芭蕉が残した句の区碑があります。一旦国道259号に出て甘津の集落を抜けていきます。ここ甘津の地名は甘津縄手として松尾芭蕉の「老いの小組」にも登場します。このすぐ右には塩川干潟という広大な干潟があります。多種多様の生物が生息していますが、開発により絶滅してしまった種もいくつかいるそうです。しばらくは国道259号を走ります。今日は天気も良く、2月にしては気温も高めなので、観光が盛況なのか交通量も多めです。昨日もローカル番組で渥美半島の特集をしていました。ここから田原市に入ります。2005年に渥美町を編入し、渥美半島のほぼ全域が田原市となりました。主に農業が盛んな市ですが、北部にはトヨタ自動車田原工場があり、レクサスやランドクルーザーを作っています。左に見えてきたのがきゅうりの Q ちゃんでおなじみの東海漬物の工場です。もともとは名古屋で創業した会社ですが、戦火で社屋が喪失したため戦後に移転し、現在本社は豊橋駅前にあります。前方に蔵王山、衣笠山などの山々が近づいてきました。渥美半島は愛知県のもう一つの半島、知多半島と明確に地形が異なり、しっかりとした山があります。南アルプスの赤石山脈の一部とも言われています。かつて船倉港があった塩川を渡り、田原市の中心地に入ります。この辺りは田原城の城下町として発展した町です。少し寄り道をします。三河田原駅に着きました。個性的な駅舎の設計は表参道ヒルズなどを手掛けた安藤忠雄です。田原街道に戻ります。寺下通りと呼ばれる道を走ります。この辺りは田原城の城下町の雰囲気が残っています。この辺りは開発により古い道は数年前になくなりました。少し田原街道から外れます。梶の菜の花畑に寄り道します。2月から3月にかけて田原市の各地では菜の花関連のイベントが開催されています。写真からは伝わりませんが、香りもよく、
そこまで来ている春を感じられます。田原街道に戻ります。この先、山沿いの道を走るため、ここ旧大久保村内は田原街道は細くなります。道も舗装されていません。本来の田原街道はこの右ですが、車の通行が困難のため徒歩で撮影しました。江戸時代に参勤交代などのために整備されるまでは、田原街道はこういった細い道が主だったと思われます。車の映像に戻ります。また舗装されていない道を走ります。旧野田村の集落を走ります。この先、田原街道は前に見えている七津山のふもとの道を通りますが、かなりの国道のようなので緊張します。ここから本格的に山に入っていきます。道路に落石があります。危うく車の底を削るとこでした。岩をどけてきました。この先まだ落石があるかもしれないので慎重に進みます。一旦宇津江の集落に出ます。この辺りは区画整理により道がまっすぐです。当然、旧街道も創出しています。またここから山道に入ります。落ち葉が多く、ガードレールも途切れ途切れのためスリップ事故要注意です。山道を抜けると三河湾が見えてきました。国道259号を渡り江島の集落に入ります。古い地図では江島は陽馬の字が当てられています。松尾芭蕉がこの地で読んだ雪や砂、馬より落ちよ、酒の酔いという句に由来するそうです。愛知県は冬には伊吹おろしという季節風が直撃するため強風が吹き荒れます。昔は旅の妨げだった強風も今は発電に利用されています。井川津貝塚のある井川津の集落を通ります。ここから渥美半島の先の方では旧石器時代や縄文時代の遺跡がいくつか見つかっており、昔から人が住んでいたことが分かっています。しばらくは国道259号を走ります。現在三河田原駅で終点の渥美線はこの辺りを通り旧日本陸軍の施設があった伊良湖岬まで延伸される予定でした。しかし太平洋戦争の激化によりその計画は中止されました。当時の鉄道の橋などその名残は江島や石上あたりで今も見ることができます。かつて畠村と呼ばれた福江の集落へと入っていきます。海上輸送が主であった時代にはこの地にあった畠港はとても栄え、町は賑やかだったそうです。その後
福江港と名前を変え、明治から昭和初期にかけては知多半島や蒲郡方面に向かう支線もありました。左手にドームの字版があります。まだあったんですね。白坂と呼ばれた坂を登っていきます。ここ福江公園にはかつて畠村の陣屋がありました。左に見える福江市民館は昭和初期に建てられた旧役場です。せっかくなのでアスファルト舗装ではない古い建物の残る道を行きます。今でも旅館や個人商店が残っており、かつて港町として栄えていた頃の名残があります。この近くには河津桜の綺麗な場所もありますが、私が行った時にはまだ咲いていませんでした。ここ穂美から先は広大な畑が両サイドに広がります。愛知県はキャベツの作付面積が日本一で、その多くはここ渥美半島で作られています。渥美半島に豊川用水が通って以来、田原市では大規模な生産体制が確立し、市町村別農業産出額は常に全国トップクラスです。正面のニュー渥美観光ではメロン狩りと食べ放題ができます。ビニールハウスで栽培されるメロンも田原市の名産品です。亀山村の集落へと入っていきます。思いっきり逆光ですが、旧亀山村の考察は後です。考察場とは幕府や領主のお触れ書きを掲げる今でいう掲示板です。近くには亀山古城跡があり、かつてこの地が街道でも重要なところであったことがうかがえます。ここからこの旅最後の国道259号を走ります。国道259号はこの先海上区間の伊良湖水道を伊勢湾フェリーで渡り、対岸の三重県鳥羽市まで続きます。国道から離れ伊良湖神社の参道へと入っていきます。伊良湖神社に到着しました。伊良湖神社は宅畑千々姫のみことを祀る神社です。西暦875年に創建された当時は西の伊勢湾が一望できる宮山にありました。しかし明治時代に陸軍の施設拡張のため集落ごと今の場所に移転されました。渥美半島は旧日本陸軍の重要拠点であり、今でも戦争遺跡が多く残されています。この神社の参道にも願わしきものは平和なりと書かれた碑があります。菜の花畑の映像でお別れです。ご視聴ありがとうございました。